はい、皆さんこんにちは、こんばんは。そしておはようございますの方はおはようございます。中野平です。本日は、元スマップ、木村拓哉さん、行かせていただきます。はい。先日ね、一丁前に謝罪動画なんていうものをね、アップしましたけども、と言いますのもですね、おかげさまですね、次のね、2月8日でですね、私、YouTube1 周年となります。ありがとうございます。はい。2月8日に、1本目、3分類ですね。そちらを、アップして、そこから1年ということで、動画本数が、約、70本ぐらいでしたね。はい。で、そして、ありがたいことにですね、チャンネル登録者数がですね、2500人ですね、約。もうね、これは、全く想像してませんでした。もう本当に、もう600人ぐらいの段階かな。その段階でも、もう本当1年で1000人いったらちょうどいいかなっていう、そんくらいいけるかなみたいな感じだったんですけども、まさかそこからの2500人になるとは、もう本当にですね、思っていませんでした。で、やっぱりその中でですね、合わせてありがたいことにですね、コメント、リクエストの方ですね、たくさんいただくようになりまして、もうこんなね、こんなって言った人ですね、皆さんに対しても、はい、チャンネルなんですけども、楽しみにね、してくれてる方がいるということで、一人でもね、そう2500人の中の一人でも、本気でね、楽しみにしてくれてる方がね、いらっしゃってくれるのはね、こちらもね、本気でやらねばいけないということでですね、やっぱり、決めた日にち、決めた本数っていうのを、こう出せないっていうのは良くないなっていうね、本当にね、ありがたいことにですね、その収益化っていうのもできてますんで、ちゃんとね、向き合っていきたいかなっていうふうに思って、先日ね、その動画の方を出させていただきました。はい。ということで今回、一応まとまりました。これね、どこまでやっていいかがね、ほんとね、わからなくなるんですよ。しかし、自分の中でもうとりあえず、ここまで、もうね、やらねばね、出さねばね、終わらないということでですね、まとめさせていただきました。最後まで、よかったらお付き合いください。この動画面白いと思った方は、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは本日も参りましょう。よろしくお願いいたします。はい、で、お話の方させていただくんですけども、前回のね、中井正弘さん、そちらを、アップさせていただきまして、そのコメントの中でですね、すぐに、木村拓哉さんをやってほしいというふうに受けまして、やっぱりね、スマップの動画をたくさん見てたんで、このね、流れの方で、お話をさせていただこうということで、今回ね、木村拓哉さん、調べさせていただきました。で、まずですね、木村拓哉さんの5アニマルは、こちら。はい。っていうことなんですけども、ちなみに、木村拓哉さんがコアラっていうことは、僕は知ってたんですよ。以前の動画の中でも話したのかな、コアラの時に。っていうのもですね、こうコアラで、木村拓哉さんの、モノマネと言ったら、定番ですよね。ぶっちゃけってやつです。はい。あれは、もうね、コアラのね、この個性心理学、動物じゃないのね、鉄板ネタっていうんですかね。っていう感じでですね、僕もそれで知ってたんですよ。知ってました。しかしですね、5アニマルっていうのは、僕も調べてなかったんですよ。はい。でね、この5アニマルの方をね、調べさせていただきまして、表面に、ペガサス、そして意思決定にこの狼っていうのが来た時に、最初の、第一印象ですね、5アニマルを見て。で、その第一印象としては、もう本当に、このさっき言った2つでですね、もう、なるほどっていう風に、思いました。というのもですね、やっぱり、そのね、ペガサスっていうのが来ると、これまで、ジャニーズの、方々をですね、何人かお調べさせていただいた中で、ペガサスっていうのが来る人何人かいらっしゃったと思うんですよ。で、そして、やっぱりそこで話してるのが、スター性ですよね、スター性。だからやっぱり、表面にペガサスが来た時に、もうなるほどって思いましたよね。で、そしてもう一つの、この狼。狼は、独自性ですよね。独自性。なので、このスター性と独自性、もうこの2つを合わせて、木村拓哉さんだなっていう風に僕はもう見て、最初に、思いました。で、そして、もう一つね、その2つを合わせた、姿勢として、狼の、高い情熱、狼のこと喋ってますけども、狼っていうのは、一つのことっていうものを本当に長く、そして高いモチベーションのまま、そして情熱のまま、ずっと長くできるっていう特徴がありますんで、その、情熱の高さですよね。っていう狼と、あと、ペガサスですよね。大物。その中でももうザ大物ですよね。っていうペガサスさんのですね、高いというかですね、大きい意識っていう風に僕の中では感じてるんですけども、この2つっていうのを合わさって、情熱と、大きい意識の方っていうので、本当に、木村拓哉さんだなっていう風に、思いました。しかしですね、
しかしなんですよ。ここからが本当にね、僕の中で難関でした。わからないんですよ。わからなくなって。っていうのも、これね、何なんですかね。もう、木村拓哉さんって本当になんかもう見ててもわからないんですよね、僕も。ファイバーには見ててこういう人ですよっていう風につらつら喋るようなことは、できなくもないですけども、やっぱりそういうことじゃなくて、そのね、木村拓哉さんっていう人を語るっていう上でですね、こういうところはこういうところがっていうのを探していくんですけども、見ててもね、わからないなっていうことが多々あったんですけども、それがね、理由として思ったのが、表面のペガサス、でそして本質のコアラっていうのが、理由かなと思ったんですけど、それなぜかと言いますと、ペガサス、大物志向ですね。大物志向っていうのは、これも喋ってますけども、建前っていうのを大事にしてるんですよ。はい。いきなりね、本音で来ないんですね。建前から徐々に本音っていう、この、グラデーションなんですけども、だから、建前っていうのが表面に来てる。ただでさえね、表面っていうのは表面上の顔になるんで、そこに、その建前っていう要素は加わってるんで、まずは、そういう本音ではありませんよね。で、その次に、コアラっていうのは、これもね、コアラを喋るときにいつも言ってますけども、コアラは壁をまず作ってるんですよ。壁を作ってて、それが徐々に開けてきて本音が出てくるっていう、そこら辺ちょっとなんかね、大物志向みたいな感じがありますけども、この2つ、建前と壁っていうこの二重層ですね、二重層。はい。それによって分かりづらいのかなっていうふうに思ったんですけども、プラスして、不思議と、そのね、木村拓哉さんっていうのをね、見てるときにですね、なんかね、全然関係ないんですよ。こんな全然全く本人にとっては関係ないところで、考えたり喋ったりするだけなんですけどもね、なんかね、緊張感漂うんですよ。はい、本当に。で、そして、なんかね、結構、木村拓哉さんの動画なんですけども、調べてはいたんですけども、思った以上になんか少なく感じたんですね、僕の中で。いや、あります。数はあるんですけども、僕の中で思う、本音っていうんですかね。なんかすがれたなって思うところっていうのが、なんかね、すごくね、少なく感じたんで、余計にね、時間がかかりましたね。はい。今、グループでもたくさん調べてますんで、なんですけども、一人方を調べる中で、ここまでね、悩んだのは正直ちょっと初めてかなっていうのは、ありました。というわけで、今回ですね、中井さんの時のように、こういう時の顔っていう、流れで喋っていくんではなくて、木村さんが、その動画の中でですね、発した言葉っていうのを、拾ってですね、分析、どちらかというと、それによる検証っていうんですか、そういった形で、お話の方をさせていただきたいと思います。こんな感じで前置きの方がね、非常に長くなってしまいましたが、はい、喋っていきたいと思います。はい。で、それではね、最初のワードですね。ちょっとね、すいません。何のね、動画のところかね、ちょっとね、思い出せないんですけども、その中でね、木村拓哉さんが言った一言、コミュニケーションを取っておかないとまずってことを、言われたんですね。で、木村拓哉さんって、ドラマとか、いろんな現場があるわけですけども、そういう時にですね、積極的に、スタッフの方々、共演者の方々もそうなんですけども、コミュニケーションをね、取りに行くんですよ。で、意外と、前回、お話しさせていただきました中井さんの方がそういうことはせずに一人のねその考える時間っていうのを大切にされてるんで一人になるんですけども、木村拓哉さんはもう自分のそのね楽屋とかに行かずにもういきなりそのスタッフの方々と談話から始まるっていうそういう一面があったりするんですけども、それがまずねその動物的には何かなっていうと、やっぱり希望の羊、そして本質のコアラ、このね流れじゃないかなっていう風にやっぱり僕としてはね思いました。だから木村拓哉さんって最初の印象としてやっぱりこのちょっととっつきづらそうっていう印象やっぱりどうしてもあるとは思うんですけど、一般的にはですよ、一般的にはいファンの方々すいません、なんですけども本当ね、コミュニケーション能力に非常に長けてるね、そしてコミュニケーションを取りたいっていう側面がある人なんだなっていうのがこの5アニマルを見て僕自身びっくりしました。木村拓哉さん、そして SMAP の方々ももう僕の中では世代といっても子供の時に見てるっていう感じなんであれなんですけども、知ってるつもりではいたんですけどもやっぱり全然知りませんでしたね。なのでね本当今回調べた中でもびっくりすることはたくさんありました。ファンの方々、もう一回言います、すいません。で、続けて話していくんですけどもそのコミュニケーションを取ったことによって現場をねその楽しくしていくっていう雰囲気作りっていうことをすごい丁寧に、そして積
積極的に、されてる方なんですけども、さっき言った、自分自身が、そういうのを取りたいっていう、性質、それもあるんですけども、もう一つ、これはね、僕の勝手な裏読みっていうんですかね、っていう感じなんですけども、もしかしたら、白思考、本質のコアラ、そして意思決定に狼っていうね、この2つが来てることによって、木村拓哉さんって結構根っからの白思考的なところがあるんですよ。で、白思考なので、その自分が入る現場、基本的に木村拓哉さんっていうのは今主演ですよね、必ず。っていうことなんで、その自分のいる場、もうちょっとこの個性心理学的に言いますと、自分の城ですよね。はい。城です。っていうことなので、自分のテリトリーっていう言葉を使えばいいんですかね。そう。自分の、その場、現場っていうものを自分のテリトリーにこうしていくっていうんですかね。自分の場にしていくっていう、これが、そういうね、コミュニケーションを取るっていう中に、ちょっと、隠れてる部分じゃないかなっていうふうに僕としては思いました。白思考と白思考。それゆえの場作り。こういった側面と、コミュニケーションを取りたいっていう希望の、羊の存在。これによって、そういうことをね、現場に入るとされるんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。で、続いてですね、木村拓哉さんのそのコミュニケーションについてっていうことでですね、お話の方させていただくんですけども、一つ目が言葉ですね。言葉。何かと言いますと、一般的にですね、やっぱりさっきも言いましたけども、木村拓哉さんって、口数はね、非常に少ないように感じるんですけども、ペガサス、表面のペガサスと意思決定の狼。これってわかりますか？はい。多分類編見てください。アイディア型なんですよ。だから木村拓哉さんって、表面と、意思決定っていうここがアイディア型でサンドイッチされてるんで、実はものすごくアイディアマンなのかなっていうふうに僕は思いました。で、それによって頭の中にものすごいいろんなアイデアもそうですけども、言葉も巡ってるんだろうなっていうふうに僕としては思ったんですよ。しかし、出てくる言葉が少ないっていうのは、この2つ、ペガサスと狼によってアイデアも出てくるんだけども、もうちょっと言うと、この2つの動物によってフィルターもかかってるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。はい。意味わかりませんね。説明します。はい。さっき言った、建前っていうところが、ある。で、そして、人前で、輝いていたいっていう性質があるペガサスなんで、で、話はちょっと戻っちゃうんですけども、表面の動物っていうのは仕事の時に非常に出てくる動物なんで、やっぱり木村拓哉さんの言葉を聞けるのっていうのは基本的にメディアの時ですよね。で、そのペガサスが、最初に言いました、その建前。で、そして、大物志向の、キラキラしてる姿を見せたいっていう、一つのフィルター。で、それと、狼ですね。狼って、独特の言い回しをするんですよ。それがね、ハマる時もあれば、非常に分かりづらいっていう時もあるんですね。で、この2つの今話した性質によって、そのね、言葉っていうのを非常に、チョイスしてるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、プラスアルファとして、本質のコアラ、先ほども出てきました、その多分類っていう中で、話してますけども、フォロー型っていうふうになるんですね。で、そして、これも前の動画にありましたね。未来展望型と過去回想型。簡単に言うと、ポジティブとネガティブっていうことを言ってるんですけども、その中でコアラっていうのはネガティブの方になるんですよ。で、このネガティブっていうのは悪い意味じゃなくて、慎重っていう、風に捉えてもらえたらいいと思うんですけども、それによって全部合わせますよ。ペガサスの、建前。で、そして狼の独特の言い回し。そしてかつ、コアラっていうものの慎重さっていうものによって、その言葉選びがすごいね、厳選されてると思うんですよ。だから、木村拓哉さんって、そのね、無駄なトークをしないっていうんですか、本当に一言にものすごい強さと重さがあるっていう、そしてキレがあるっていう風に思ったんですけども、その原因っていうものが、こういう流れなんじゃないかなっていう風に、相当なね、これはね、裏読みになるかもしれませんけども、僕としては思いました。はい。で、そしてもう一つ、態度ですね。態度。これもね、動画の中で言ってたんですけども、態度に思いっきり出る、そのテレビでも、態度に出るってことを言ってるんですね。で、これがどんな態度が出るかっていうと、嫌いな人とか嫌だなって思った時に、それがもろに出るってことを言ってらっしゃったんですね。ストレスが溜まると感情的になりやすいってことも、言ってらっしゃったんですけども、非常にね、その表現が露骨だってことを言ったんですよ。で、これは、狼だなっていう風に思いました。はい、意思決定の狼ですね。狼って本当に分かりやすく言いますと、好きな人は好き。嫌いな人は嫌い。これね、当たり前だと思うんですけども、狼はそのね、表現がものすごく
露骨なんですよ、露骨。で、それでいて狼さんっていうのはですね、それをね、隠すことをしないし、それを悪いとも思わないんですね。で、僕ね、意思決定がね、僕も実はね、狼なんですよ。なので、非常にね、その感覚ね、わかるんです。で、ただ、木村拓哉さんの場合ですね、希望の羊、そして、本質のコアラ、これがいるために、それがね、もうちょっとこう、ポジティブになってくるんですかね、優しくなっていく感じでですね、基本的には優しい。で、好きな人はもっと優しい。こんな感じになったんじゃないかなっていうふうに、思いました。ただ、やっぱりね、その狼さんっていうのは、そのね、好きっていうことも嫌いっていうことも思いっきり露骨に出てくるっていう性質やっぱありますんで、やっぱりね、態度として、厳しいとか、怖ってね、思うときは、ちょこちょこと出てくるんじゃないかなっていうふうに、僕は原因としては思いました。で、これはね、余談になるんですけども、気に入った人は家に基本招く。こういったところがね、木村拓哉さんにあるなっていうふうに僕は思いました。その中のエピソードとして、亀梨さんですね。はい。以前にお話の方させていただきました。はい。カトゥーンの、亀梨さんでございます。で、その亀梨さんと、初めてですよね。道で、木村拓哉さんがですね、車から声をかけるっていうところがあったんですけども、そこで、初めて、その交流っていうのがあったんですけど、その際にも木村拓哉さんは、自分の家に招いてるんですね。で、これは僕の中でも、白志向あるあるだなっていうふうに思いました。さっきも、白志向でその場を作るって時の話をしたんですけども、やっぱりね、白志向って、自分の家に人を招くって好きだなっていう風に僕としては思うんですよ。やっぱり自分のね城に招くってことによって非常にねこう落ち着くんですよね。外とかでね喋ったりするよりも。はい。で加えてですね、あともう一つ思ったのがですね、亀梨さん、以前のその動画の中でファイブアニマルの方も出していますけども、ファイブアニマルの方ですね、こちらになるんですけども。はい。で、本質が羊なんですけども、亀梨さんって表面と意思決定が猿なんですよ。両方とも。で、これも多分ね、以前のね、動画でね、喋ってると思うんですけども、やっぱりね、狼。木村拓哉さんは本質こそ狼じゃないですけども、意思決定に狼がいますけども、やっぱりね、狼の人って、猿好きだなっていう風に思いました、ここでも。お互いね、その本質のところの動物じゃないんですけども、意思決定っていうですね、かなりね、強い位置に、いる動物なんで、そこら辺にね、なんかこう、仲良くなるものがあるのかなっていう風に思ったのと、あともう一つは、ペガサスと羊っていうものが共通してますよね。で、希望に、亀梨さんはペガサス、木村さんは、表面に来てますけども、それによって、なんかこう、大物志向同士の、こう、同調っていうんですかね、シンパシーっていうんですかね、なんかそういうものを感じる。で、それでいて、そのコミュニケーションを好きとするものを、2人とも持ってますんで、そういうところによって、なんかこう、引き合ったのかなっていうふうに僕としては思いました。このね、猿と狼っていうところだけでも僕はなんかその理由になるんじゃないかなっていうふうには思いましたね。はい。で、続いてですね。で、これは、ドキュメンタリーのね、なんかね、トークだったと思うんですけど、いくつか挙げていきたいと思います。で、最初にですね、人気になって失ったものは何ですかっていう、それはね、スタッフの方から、受けた、質問だったんですけども、その時に答えたのが、ある程度のバカ騒ぎは制限されたのかなっていうことを言ってらっしゃったんですね。で、この中の、バカ騒ぎ。はい。これに僕は、この5アニマルの中に、通ずるものがあるのかなっていうふうに思いました。で、それが、ペガサスと羊ですね。ペガサスって、読めない、なんかこう、ふわふわ飛んでるようなイメージがあるんですけども、イベントとか、そういうバカ騒ぎっていうんですかね、実はね、結構好きなんですよ。はい。これも喋ってきたとは思うんですけども、ペガサスの、大きな特徴の一つなんですね。それでいて、あとは、その人が集まるっていうところが、やっぱりここにも来てますよね。だから、この、ペガサスと羊、この二つの要素をとって、そのバカ騒ぎっていうものを、印象的に捉えてるのかなっていうふうに思いました。で、もう一つ、その印象的っていう部分で、言われてたのが、昔の、ことで、すっごい覚えてるのかっていうのが、話だったんですけども、それが何かと言いますと、すごい本当に昔ですね、20歳は超えてたのかな。スマップの方々が、六本木の、ゲームセンターでね、ロケをするっていうのがあったんですけども、しかもその時に、これ多分昔からのファンの方は知ってると思うんですけど、ですね、音松くんっていうね、
こういった、番組というか、番組の中の、ネタというかあったんですけども、説明しておきますと、スマップのね、当時6人ですね。はい、6人のメンバーの方々が、おそ松くんですね。はい、それをパロディしまして、一人一人が、色を持ったキャラでするっていう、コントなんですけども、そのロケがあったと。だから要するにバラエティですよね。そのロケをやってる時に、ちょうどその成人式のシーズンだったようで、スーツとかね、振り袖を着てる、成人式の人たちっていうのを見た時に、木村拓哉さんが違う人生の進み方してんなっていう風に思ったらしいんですよ。はい。このまんまの言葉で言ってたんですけども、そしてそれを残念なエピソードとして語ってたわけじゃないんですよ。で、しかも、これね、動画にたどり着いた人は見てほしいんですけども、違う人生の進み方してんなって言った後に、ちょっとね、ニコってするんですよ。で、これも、本当ね、僕のね、ただのね、深読みだと思うかもしれませんけども、あくまでね、独断と偏見によるね、このチャンネルなんで、お話をさせていただくんですけども、この違う人生っていうのを話して喜んでるところに、狼を感じたんですね。やっぱり狼って、個性心理学でいうところの独自型。そして一番の特徴は、人と違うことっていうことが好きなんですよ。変わってるねっていう言葉非常に狼の方ね、喜ぶんで、周りに狼がいる方は言ってあげてください。なので、最後にこの木村拓哉さんがニヤってしたのは、人と違う人生を住み方してるなっていうことに対して、非常にね、喜びを持ってるのかなっていうふうに、僕はここで思ったんですね。はい。非常にね、もうほんと小さいね、一瞬のカットだったんですけども、僕はなんかね、逃せなかった一瞬だったんですね。っていうのはやっぱり僕自身が、意思決定狼っていうのがあるんで、僕の中でも本当ね、印象的な、一言だったんですね。はい。で、次に、これはね、スマップの中で、非常にね、大きな、事件、出来事っていうんですかね。森克行さんの、脱退ですね。はい。6人から5人になった時なんですけども、その時に、メンバーそれぞれね、いろんなリアクションがあって、中井さんはね、止めに、すごい説得したっていう話もされてたんですけども、木村拓哉さんはですね、森さんっていう人は、普段からね、非常にね、気を使う人だと。で、その、普段気を使う彼の目に、絶対っていう意志を感じたってことを言ってらっしゃったんですよ。なので、その森さんの、言葉っていうものを、たくさん言われたらしいんですけども、それを聞いて納得したとかではなく、その絶対っていうその意志を感じて、納得されたっていうことを言ってらっしゃったんですね。なので、返事、抜けるっていう、脱退するよっていうのを聞いたときに、返事は本当に一言、そうなんだっていう、それしか言わなかったってことを、そのインタビューの中で言ってらっしゃったんですね。で、ここには僕は、白思考っていうものを強くやっぱり感じました。何回も言いますけども、木村拓哉さんって、コアラ狼っていうこの本質意思決定って流れがあるんで、僕の中ではもうザ白思考の人っていう印象なんですね。で、それによって白思考の人ってね、やっぱりいい意味で切り替えがね、本当にね、早いんですよ。で、本当にその切り替わった瞬間っていうところにね、グラデーションがなく、はいっていう風に綺麗にね、切り替えができるんですね。なので、もう納得した瞬間に、木村拓哉さんの中では、もう次のゾーンっていうんですかね、次のステージに行ってるんですよね。加えて、もうちょっと話すとしたら、やっぱりね、意思決定の狼なのかなっていう風に思ったんですね。で、それは、さっき話した狼っていうのは、その独自性ですよね。人とは違うのが好きだっていう、独自性の話をしたんですけども、もう一つ大きな特徴として挙げられるのは、独立心なんですよ。狼の方っていうのは非常に独立心が強いんで、なので、ですね、女性の人とかでも、結婚する、子供ができるとかあったとしても、その後も働き続けたいとか、こういう意志が強い人って、狼の人って非常に多いんですね。で、ここでも、森さんが、一人で、その自分の夢に向かって、独立していくんだっていうものがあったんで、そういう部分を、応援したいっていう気持ち、多々いろんな理由はあったと思いますよ。もちろん。はい。もちろん他の理由たくさんあると思うんですけども、一つの理由として、狼のそういう要素ってのがあったんじゃないかなっていうふうに僕としては思いました。で、またこれはね、別の動画になってくるんですけども、木村拓哉さんって、基本的には、多くの人はね、キムタクっていう風に呼びますよね。で、当時、それを言い始めたのは、当時の女子高生だったらしいんですね。で、それをキムタクと、言われ始めた時の話をしたんですけども、嫌だったそうなんですよ、本人としては。その理由としては、なんか決めつけられてるような気がして嫌だったっていう、俺木村拓哉なのにってことを、言葉として言われてたんですね。で、ここも、
そこを拾い上げるって気もすると思うんですけども、僕の中でここで感じたのは表面のペガサスかなっていう風に思いました。やっぱり大物思考っていうのは、自由っていうものをテーマにしてるんで、何かにこうね、くくられるっていう、何かを決めつけられるってことに対して、ものすっごい反発心があるんですよ。なので、それによって人気があるとか、知名度が広まっていくとか、そういうことはもう別として、単純に自分じゃない自分っていうものが勝手に作られていく感じ。それが、嫌だったってことは言ってたんですけども、その要素としてこのペガサスっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、あとね、いろんなそういう木村拓哉さんが出てる動画を見て、思ったのが、バラエティのね、動画もいくつかやっぱり見させていただいたんですけども、やっぱりその中で、印象的だったのがね、ツッコミなんですよ。非常にこう、バーって話をされてる中で、スッと、しかも本当にね、こう、キレよく、言葉が出てくるっていうところですね。そこが、やっぱりね、これもね、白思考だなっていう風に僕としては思いました。なんか、多分これ3分類で喋ったのかな。なんかその、人思考、白思考、大物思考っていう、人たちの、話し方っていうところを、話して説明しているところがあるんですけども、白思考の人たちって本当にね、その会話の中のちょっとした隙間っていうものをここだっていう風に思ってそこにね言葉を発することがねできるんですよ。で、人思考っていうのはもうずっとね聞いてます話。はい。ツッコミとか入れません。もう基本的にはニコニコ聞いて作れます。で、そして大物思考っていうのはここでみたいな感じのもう他の人がもう大物思考の要素が入ってない人からしたらもうびっくりするぐらい、もう独自のまで入ってくるっていうのがあるんですけども、僕がね特にやっぱりザ・白思考のところもありますんで、本当にこうねそういう部分で言うとこう木村拓哉さんのこう突っ込むシーン、言葉を入れるシーンっていうのはね非常にね気持ちいい場所で入れるなっていう風に、思いました。で、そしてそのやっぱり突っ込みのキレの良さですよね。やっぱりこれはね嵐会とかで喋ったのかなって思うんですけども、やっぱりね、白思考の人のツッコミって、本当にね、キレがいいんですよ。で、それでいて、かつ、木村拓哉さんは、その、狼っていう、その、独自の言い回しって言いましたけども、そういうね、言葉の力を持ってる人なんで、余計にね、印象的なのかなっていうふうに、僕としては思いました。で、最後にですね、スマップがですね、25周年っていう時にですね、サプライズっていうんですかね、これは。はい、一応サプライズだったんですけども、5人でね、旅をしてもらうっていうのがあったんですよ。スマスマ。で、そしてビストロスマップの収録が終わった後ですよね。もう本当にそのメンバーの方々にとってはもう何も聞かされてない状態でいきなり起こったことだったんで、もういきなりみんながね、素の顔になるっていうのがあったんですけども、スタッフの方が、25周年おめでとうございますっていう風になんか褒めてはいるんですけども、どう考えても状況的には怪しいんですよ。で、その中で、木村拓哉さんが、言ったのが、こんなの超怪しいじゃんってことを、叫んだんですよ。で、この叫びがまさにコアラの叫びだなっていう風に、僕としては思ったんですね。コアラのね、大きな要素としてあるのが、警戒してるんですよ。警戒。最初に言ったその壁があるってものにつながることなんですけども、この個性心理学動物占いっていうのは、人間の一生でも例えられるって話を、これまでね、してきてはいるんですけども、その中で、コアラさんっていうのは、もう寝たきり老人っていう、要するに老人なところまでたどり着いてる人たちなんですね。だからそれによって、世の中の酸いも甘いも経験してる人たちなんで、基本的に世の中を疑ってかかってるんですよ。なので、基本的にコアラさんっていうのは、何か起きることに対していつも警戒してるんですね。で、この時ですね、サプライズだったんで、特選のことだったんで、すがれたということで、この本質のコアラさんの、叫び、超警戒、超怪しいじゃんっていう言葉が出たんじゃないかなっていうふうに、僕は思いました。で、この度ね、非常に見ててね、こう見てる側としては非常に楽しかったんですけども、最初ね、結局5人で行くんですけども、最初に、コンビニにね、行くんですよ。5人で車に乗って。で、そこで、飲み物を買おうっていう風に、木村拓哉さんが言った、自分から言ったっていうのもあるんですけども、ね、だってこんな全然スタッフもいないところで、いきなりコンビニにスマップの人たちが5人入ってきたらびっくりしますよね。実際びっくりされてたんですけども、
で、だから、全員行くのはあれだと。その中で、誰が飲み物買うんだっていうところになったんですけども、ここもやっぱり木村拓哉さんがもう率先して、一人で車から、もうほんと一人ですよ。一人で車から出てって、買いに行かれたんですけども、ここも、自分の中で、思ったのは、やっぱり羊とコアラっていうものですかね。コミュニケーションのところなんかも出てきましたけども、人と接することに対して基本的にまず抵抗がないっていうところがある。で、そして、次の話につながるんですけども、狼のポジティブっていう要素ですね。さっき話しました、未来展望型、過去回想型、このポジティブとネガティブ、慎重っていう話をしたんですけども、この時のやっぱり、いろんな、ことが起きるんじゃないかっていうことを、すっ飛ばして、すぐに行動に出れるっていうところに、そのポジティブさが出たのかなっていうふうに僕は思いました。で、話がつながるってことを言ったんですけども、そのままですね、その時の宿泊先もこれで自分たちで決めるっていう、企画だったんですよ。宿を取るわけなんですけども、その車をね、中井さんが運転してらっしゃったんですけども、その時中井さんは、宿なんて、こんな当日のこの時間から取れんのっていう、大丈夫ってことを言われたんですよ。で、木村拓哉さんが即答で、もうさらっとですよ、本当に。一言、大丈夫でしょってことを言ったんですよ。で、僕の中では、本当にね、このさらっとしたね、大丈夫でしょってこの一言に、さっき言った、狼のポジティブさを感じたんですよ。ね、これね、結構さりげない一言なんですけど、こういうところにね、すごい性格って出るなっていう風に思ってるんですね、僕としては。なのでですね、この狼的な非常にシンプルで、それでいて、ポジティブなね、一言、そして対応なのかなっていう風に、僕は思いました。で、そのままね、旅の方が進みまして、USJ に行くっていうのがあるんですけども、その USJ の中で、ジェットコースターに乗るシーンがあるんですよ、ジェットコースターに。で、その時に、中井さんと、稲垣さんはですね、乗らなかったっていうところなんですけども、木村拓哉さんと、草薙さんと香取さんは乗って、もう思いっきりはしゃいでるんですね。で、その中の、木村拓哉さんの騒ぎ方っていうんですか、あそこに、僕はペガサスとコアラっていうものを、感じましたね。っていうのもですね、コアラっていうのは基本的に楽しいことがまず大好きなんですよ。大好き。で、それでいて、そのね、この喜びの爆発感。それはなんか動画見てほしいんですけどもね、ふーっていう感じの、これです。はい、違いますか？はい、なんですけども、感じは、さっき言ったペガスのイベントとかね、ああいう騒ぐのが好きっていうところが、出てるんじゃないかなっていう風に、僕としては思いましたね。非常にね、小さいことかなっていう風に思うんですけども、そのファイブアニマルっていうところをね、つなげていって、僕としては印象的でした。はい。で、最後にとか言っておきながらですね、すいません。もう一つね、非常に、大きなお話がありました。それが、交換日記ですね。交換日記。これは何かと言いますと、SMAP のメンバーの中で、その交換日記というね、名目で、本音をね、伝えるっていう、内容だったんですけども、その中で、木村さんから、ごめんなさいを伝えてくださいっていう、テーマがあったんですよ。香取慎吾さんに対して。で、細かい内容はですね、ちょっとね、割愛させていただくんですけども、そこで木村さんが伝えたのは、ありがとうを言えなくてごめんなさいってことを伝えたんですけども、で、それと、そのね、文章の中で、僕がね、印象的に思ったのは、本音で言い合えないとつまんねえしってことを書かれたんですね。で、ここに、僕としては、白思考、そしてコアラっていうものを、感じ取ったんですね。で、それが何かと言いますと、最初の方に、やっぱり喋りましたけども、白思考って本当に本音をね、非常に大事にしてるんですよ。本当本音で喋るってことを最終的にすごく、重要視、大事にしているので、その中でもコアラっていうのは、壁を作るって話を何回もしてきましたけども、そのね、壁を外した時に、ものすごいコアラの人って、そのね、本音を言いますし、そのね、本音をね、言うのをね、すごい喜ぶんですよ、コアラの人たちって。なので、その非常にこのね、一言、本音で言い合えないとつまんねえしっていう、一言に、僕はその本質のね、コアラの存在を、強く感じることができました。で、あとですね、もう一つ、木村さんから草薙さんに今度はありがとうっていうのを、伝える、コーナーがあったんですけども、でその中で、木村さんが言われたのは、爪をしまっててくれてありがとうってことを言ってるんですね。で、これ何かというと、草薙さんってスマップの中では、これ僕もね、ほんと今回見てて、知ったことなんですけども、非常にムードメーカー的な存在なんですね、草薙さんっていうのは。しかし、その役者としての草薙さんって、ものすごく、幅の広さもありますけども、おちゃらけてるとは遠い感じですよね。はい。
そしてその存在感としても役者としてものすごく草薙さんって得意なポジションを得られてる方なんで、そういうものをスマップにいるときは、しまってくれているっていう風に木村さんとしては感じ取ったんですね。なので、そのバランスっていうものをいろいろ見てくれて考えてくれて、その中で爪をしまっててくれてありがとうってことを伝えられてたんですね。で、最初はこれを聞いてみんなジーンとしてましたし、もちろんね草薙さんもジーンとしたんですけども、そっからさっき言ったねちょっとそのムードメーカー的なもの出たのか、最初爪って聞いた時にこっちのね爪を想像したらしくて、それをしまうって短いかなとかそういうことを言い始めたんですよ。そしたらだんだん空気が緩い方向に行ってまして、木村さんとしてはもうね何に感動したんだっていう風なことを言ってたんですけども、その後に中井さんが言ったちょっとした一言、ロマンチックな感じなんだよっていうことを言われたんですね。で、木村さんコアラですよね。コアラのまた一つの大きな特徴はロマンチストなんですよ。ロマンチストで、いろんなその状況の言葉があると思うんですけども、僕はこの中井さんがここで言った木村拓哉さんが表現したかったことに対してロマンチックな感じだよっていう言葉が出てきたってことは、普段から多分そういう風なところを見て伝わってるんじゃないかなっていう風に思って、この言葉が出たのかなっていう風に僕は、思ったんですね。なので本当に最後になるんですけども、やっぱりその木村拓哉さん本質はコアラなんで、ロマンチズム、ここは外せない要素なのかなっていう風に思ったんですね。で、意思決定が狼なんで、そのね、ロマンチストな感じっていうのが、本当に、これ、スマップの曲じゃないですけど、本当にね、オンリーワンなんだなっていう風に僕は思うところなんですね。だから、本当に木村拓哉さんにしかわからないロマンっていうのを、持ってらっしゃる。というか、木村拓哉さん自身が、それを、自分だけ分かってればいいっていう風に思ってる方だと思うんですね。これはもう本当にここまで来るともう本当勝手な僕のね妄想なんですけども、で木村拓哉さん自身もそれを周りに理解してもらおうっていう風に思っていない。で加えてやっぱりその表面のペガサスっていう大きい存在があることによって、その枠っていうのも非常に大きいし、かつ独立性の狼と相まって本当に枠にはまらないっていうものが言葉は単純かもしれませんけど、本当、ここではね、それが、逆にハマってきてるのかなっていうふうに思いました。最初に、わからないってことを、お話もさせていただきましたけども、最後まで来て思ったのが、そう、木村拓哉さんってのはわからない人なんだなっていう風に僕の中では一周して、結論に至ったっていう、感じでした。木村拓哉さんを評価する言葉の中で、確か映画監督の方だと思うんですけども、その人が、言われてたのが、皆さん木村拓哉さんって、どの映画どのドラマ出ても芝居が全部木村拓哉だよねっていうことを、当時僕はね子供の時はそういうことを言う人が周りに多かったんですよ。でも、そうじゃないと。あの人は、ちゃんとその役を、作り上げていく。だからただ単に、木村拓哉ってものを素のままの、要するに自然に振る舞う、これがお芝居なんかじゃないと。一回あの人は完全にその役柄というものを作り上げたところから、それをナチュラルなところに素の自分に落としていく、崩していくってことをやられているっていう言葉を、確かね書いてあったと思うんですよ。はい。なので僕も最初このファイバーを見た時に、木村拓哉さんらしいなっていうふうに思ったんですけども、そっから積み上げたものを見て、一回ねそのねわけが分からなくなってきたというか、そしてこれぐらいねいろんなものが詰まってるんだなっていう風に思った上で、最終的に入り口とね、同じやっぱり木村拓哉さんだなっていうゴールにたどり着けたっていう感じがして、僕としてはですね非常にね発見があったなっていう風に思って、本当ね調べてよかったなっていう風に思いました。こんな感じでね、長々喋ってまいりましたけど、はい、木村拓哉さんこんな感じでいかがでしょうか。はい、今回、木村拓哉さんお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか。もうね、本当に、今回も長い時間ね、皆さん最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。もうね、本当にね、最初にも言いましたけどもね、もうね、どこまで調べ続ければいいのかね、わからなくなってくるんですよ。しかし、どっかで区切りはつけなくちゃいけないんで、区切った結果が今回の内容だったっていうことで、これだけのね、ボリュームとなった次第です。もう本当にね、いろんな方を喋ってまいりましたし、これからもね、喋り続けるんですけども、やっぱ
ぱりね、人一人をね、表現するってことに対してね、できるだけのね、誠意っていうものを僕の中でね、お伝えできればいいなっていうふうに、思っております。たくさんね、リクエストをいただいている中で、それをね、こう、形にしていくってことに対してね、これからね、どれぐらい時間かかっていくのかっていうところは、もう本当にね、わからないところですけども、これからもね、応援の方をしていただけたら、非常に幸いでございます。重ね重ねとなりますが、今回も動画の方、本当、最後まで見ていただき、ありがとうございました。木村拓哉さんを、称賛する言葉の中に、あの人は、そのかっこよさっていうものを、縦にしてるんじゃなく、枷にしているっていう言葉があったんですね。もうね、まさにその通りだなっていうふうに、僕としては思いました。本当にかっこいい人だなっていうふうに思います。今後の活躍、本当に僕も楽しみにしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ではまた。